俺の名前は大塚信也。とある企業に営業として勤めるサラリーマンだ。勤続歴もそれなりに長くなり、仕事も順調。今年に入り、ついに念願の昇格を果たした。係長という役職に就いたことで、今までとは仕事に対する見方を変えなければいけないことも多々ある。部下の教育や仕事のアドバイスをしながら、自分も見本となるような成果を出さなければならない。自分の仕事だけをこなしていればいい平社員の時とは違い、頭を悩ませることも多々ある。けれど俺は根本的にこの仕事が好きなので、あまり苦痛には感じていない。むしろ自分の成長にもつながると、意欲をさらに駆り立ててくれる。俺も負けてられないな。後輩たちが次々に個人成績を伸ばすことに喜びを感じながら、俺も刺激されているのを感じる。俺は自分の成績を伸ばすために、今日も積極的に仕事にかじりついていた。いつものように営業先回りを続けていると、俺は一人の年配女性と出会った。明らかに年齢は自分の親と変わらないくらい。しかし、それには似つかわしくない黒のスーツを身にまとい、髪をきちんと束ねている。まるで就職活動でもしているかのような風貌に、なんだか違和感を持ったまま、俺は信号待ちで隣にいるこの女性から目を離せずにいた。信号が変わり、一斉に人が歩き出す。女性の少し後ろを歩いていると、不意に女性のカバンから音もなく財布が落ちる。慌てて拾い上げた俺は、点滅している横断歩道を渡りきり、先を歩く女性に声をかけた。すみません、落とされたと思うんですけど。そう言って声をかける俺に、女性は驚いて振り返る。俺が差し出しているものが自分の財布だと気づくと、ほっとした表情を見せて微笑んだ。やだ、気づかないうちに落としてたのね。本当にありがとう。財布を受け取ると、女性は大事そうに財布を抱きしめた。大した金額は入っていないのだけど、私にはこの財布が何より大切なものなの。誰かにそのまま持ち去られ、お金を失うよりも、この財布自体が大切なのだと、女性は目を細めていった。本当にありがとう。何かお礼をさせてほしいわ。大したことじゃないから、と断ろうとする俺と、何かさせてほしいという女性の押し問答の中、ちょうど昼食の時間を告げる町の鐘が鳴り響いた。お昼の時間だし、もしよかったら昼食をご馳走させてほしいわ。俺の仕事もさっき回ったところの後は昼食をとってから午後の営業に向かうことにしていたので、断る理由はない。ニコニコと笑う女性に根負けした俺は、そのまま一緒に近くの定食屋で食事をとることにした。食事をしながら、俺は女性の身の上話に耳を傾けた。女性は本郷さんといって、60代の年配女性。俺の予想通り、就職活動でいろいろな会社を訪れていたようだ。でも、珍しいですね。俺は言葉を選びながら言った。60代といえば、もう定年退職。正社員として働くというよりも、嘱託や派遣、パートなんかで働いているのが一般的だ。社会経験は長くありそうではあるものの、年齢的な面で受け入れてもらえないようだ。採用するからには長く続けてほしいものね。定年退職を目前にして会社を追い出された年寄りなんか誰も雇わないわ。諦めているかのような笑顔を見せながら本郷さんは続けた。でもね、自分の気持ちが納得しないまま終わりたくないのよ。40年必死に働いてきた私にはこれしかなかったんだもの。そう言ってぎゅっと湯飲みを握りしめる姿はまっすぐな信念をにじませているようだった。40年ひたすらに仕事と向き合った時間は本郷さんにとって大切なものだっただろう。理由はわからないけれど、それを失ったことで大きな傷を負ったに違いない。それでも未だに諦めきれないと歯を食いしばっているのは並大抵の決意なんかじゃない。何社も面接を受けて、その度に首を横に振られた彼女の心情を察すると、俺はこのまま食事を終えて別れるなんてできなかった。俺も会社で営業はやってます。
まだ大して権限なんかないですけど、人事に話をすることくらいは協力できるんじゃないかな。本郷さんに頑張ってほしい。そう思った俺は自分の名刺を本郷さんに差し出した。俺の申し出に目を丸くして驚くと、本郷さんはそのまま名刺を財布に大切そうにしまった。この財布はね、私が前の会社で初めて昇格した時にボーナスをはたいて買ったものなの。年季が入ってボロボロになっても何度も修理に出して使ってきた。あなたに拾ってもらえて本当によかった。嬉しそうに微笑む本郷さん。その時髪が流れて右頬のあざがあらわになった。思わず視線が行く俺に慌てて髪を整える。ごめんなさいね。見て気分のいいものではないでしょ。焦りながら髪であざを隠す姿に俺は目をそらした。過去に幾度となくそのあざのことを他人に言われてきたのかもしれない。そう思うと俺は余計に胸を締め付けられた。会社に戻ったら人事に話をしておきます。会社の代表番号にかけて人事に俺の名前を出してみてください。定食屋を出ると俺は本郷さんにそう言い残して午後の仕事に戻った。本郷さんは何度も俺に頭を下げると俺の姿が見えなくなるまでその場で見送ってくれていた。外回りを一通り終えた俺はそのまま会社に戻ると人事の課長である田中さんに今日の出来事を話すことにした。本郷、下の名前は聞いている？俺の話を半分ほど聞いたところで田中さんは興味を持ったのか身を乗り出して問いかけてくる。いやー、名字だけしか、年配の方で定年間近に会社を追い出されたって。俺の言葉に少し難しそうな表情を浮かべながら田中さんは何かを考えているようだった。わかった。連絡があったら面接できるように手配しておくよ。しばらく沈黙したままだった田中さんが顔を上げると俺に言った。ほっと胸をなで下ろすと俺は機会を作ってあげられたことに喜びを感じていた。無事に面接に受かってこの会社で会えるといいな。昼間に見た本郷さんの真剣な眼差しを思い返し俺は目を細めた。1ヶ月いつものように仕事をしていると田中さんから突然人事課に呼び出しがあった。何かと思って駆けつけてみるとそこには社員証を首から下げた本郷さんの姿。ありがとう。あなたのおかげでこの会社に入ることができました。俺の姿を目にすると本郷さんは椅子から立ち上がり深々と頭を下げた。胸が熱くなるのを感じながら俺も瞳に涙をためる。俺はきっかけを作ってあげただけに過ぎない。採用されたのは本郷さんの熱意があったからだ。言いたい言葉を頭の中で紡いだけれど喉元を通ればこらえている涙があふれそうだ。俺は何も言わずに静かに首を横に振り本郷さんに笑顔を向けた。その日から本郷さんは俺の管轄に割り振られた。直属の部下となったわけだが営業として働いた年数は本郷さんの方が長い。若干のやりづらさを感じながらも俺は部下になった本郷さんに基本的なマニュアルを教えていた。おいおい、本当に仕事できるのか？俺たちが次の仕事の確認をしていると課長の猪村さんが半笑いで話しかけてくる。猪村さんは俺の上司でもあり営業課全体を取りまとめている人だ。課長になる以前の猪村さんを知っているけれどこの人は仕事ができる方ではない。営業成績は他の後輩たちと何ら変わりはないし、俺が入社して1年過ぎた頃にはもうずっと猪村さんよりも成績は上だ。仕事ができる人間が役職に就く。この会社の基本ルールの中で猪村さんは特例。世渡りがうまいと言えばいいのか、上司に媚びへつらうのがうまいのだ。おかげで課長まで昇進。しかしそんなやり方に後輩や部下たちは納得するはずもなかった。しかも自分の成績を棚に上げ、他の社員には厳しい言葉を投げかける。猪村さんに対する愚痴を聞かされるのはその下にいる俺。俺自身も猪村さんに対しては
何度も嫌味を言われた経験がある。しかしこの人を見返したいという反骨心からここまで仕事の成績を上げられたのは事実でもある。まったく、誰だこんな見てくれの悪いババア雇ったの。見下した笑い声を上げると、猪村さんは本郷さんを一別した。俺が本郷さんの面接を取り持ったことは課長という立場上人事から耳にしたのだろう。嫌味をぶつける猪村さんをあまり気にしていないのか、本郷さんは次々と俺に質問を投げかける。無視されたことに腹が立ったのか、猪村さんは少し眉間にシワを寄せている。確か経験者だって言ったよな。なら今月中に数字を作れるはずだ。まだ入って間もない本郷さんに猪村さんは意地悪そうに言った。いくら経験があるとしても、会社のルートや担当者とのやり取りを含めたとしても、すぐに成績に反映するわけじゃない。猪村さんは経験者である本郷さんを採用したことが気に入らなかったのだろう。年齢的な面でも役に立たなければさっさと切り捨てる魂胆が丸見えだ。半年で3000万成績を出せ。でなきゃ責任を取って2人ともクビだ。本郷さんの仕事への意欲につけ込み、猪村さんは無理難題を押し付けた。3000万なんて桁、俺だって個人で届いたことはない。それを本郷さんに押し付けるなんて、さすがに無茶すぎる。俺が猪村さんの勝手な物言いに口を出そうとしたその時、1ヶ月でいいですか？冷静な表情のまま、本郷さんは言った。まさかの返答に、俺も猪村さんも息を飲む。1ヶ月で3000万。そんなことできるはずもない。売り言葉に買い言葉なのか、それとも自分の力を過信しているのか、いろいろな考えが頭の中を駆け巡る。言ったな。1ヶ月後に泣き言を言うことになっても知らないからな。しばらく驚いて言葉を失っていた猪村さんは高笑いをしながら本郷さんに宣言をしてみせた。これでもう引き返せない。俺は背中に汗が流れるのを感じながら本郷さんに青い顔を向けた。無茶だ。なんであんなことを。震える俺に本郷さんは穏やかな笑顔を見せる。無茶かどうかはどうでしょうね。やってみなくちゃ。私が現役で働ける時間は短い。自分自身の腕試しにちょうどいいでしょう。本郷さんの表情はどこかワクワクしているように見える。受けてしまった条件に肩を落としながら、俺は本郷さんが一日でも早く一人で営業に行けるように最低限の教育を早々に終わらせた。それから1週間後、猪村さんとの約束まであと3週間。気持ちが焦る俺とは裏腹に、本郷さんは冷静に仕事をこなしていた。この頃から部署ではちょっとした変化が起きていた。うちの会社が契約していない会社から次々と契約をしたいという申し出が舞い込んできたのだ。そしてそのすべてが本郷さんを担当者にと名指しでの電話ばかり。日が経つにつれ、気づけば本郷さんの一日のスケジュールが1時間単位で様々な会社との商談予定に埋め尽くされていった。そして約束の月末、営業課全員の今月の成績が発表された。掲示板に張り出された成績を目にした社員はざわざわとどよめき立つ。それもそのはず。本郷さんの成績は宣言した通り3000万を超えていたのだ。それを見た本郷さんは達成感をかみしめるように大きな伸びをした。凄まじい成績に俺自身も驚愕している。まさかここまでの実力と人脈があるなんて。猪村さんが本郷さんの成績を目の当たりにすると悔しそうにそれを睨みつけた。どんな不正をした？経験者といえどもこんな数字ありえないだろう。素直に認めることはしないだろうと予想はついていたが、猪村さんは俺の予想を上回るリアクションをしてみせた。特別なことは何もしていません。前に懇意にさせていただいた会社様にご挨拶しただけで。そう言って余裕の笑みを見せる本郷さんに
猪村さんは声を荒げる。認めないぞ、こんな年寄り。どうせすぐ辞めることになるんだ。実力を見せつけられてもなお吠え続けるのは、自分がどう頑張ってもたどり着けないほどの成績を持つ本郷さんが怖かったのだろう。自分の役職の席を守るために何としてでも本郷さんをクビにしたい。そう思う猪村さんの魂胆が手に取るように見える。どうせ何か汚い手でも使ってるんだろう。言ってみろ。あまりにも勝手な言いがかりに呆れていると、猪村さんの後ろから田中さんが現れた。それ以上勝手な濡れ衣を着せるのでしたら、私がお話ししましょうか。田中さんの笑顔に猪村さんは思わず驚いて、今までの勢いが消えていく。人事課の課長に目をつけられたら、もちろん自分の評価に関わってくる。引きつった笑顔を見せたかと思うと、そんな猪村さんに田中さんは言った。本郷さんを採用したのは私です。彼女は大手有名企業の元部長。ここで働く前に社長が変わって新体制が組まれたことに納得がいかないと意見し、理不尽に仕事を奪われたのです。田中さんの話に本郷さんは何も言わずにうつむいてみせた。今では新社長のやり方に賛同しない会社のほとんどが、本郷さんの現役時代の活躍から人柄を好んでうちの会社に連絡をくれているのです。正真正銘、彼女の実力です。本郷さんがいたとされる会社名を聞いて、俺は息を飲んだ。日本でトップの大手企業。この会社とは比べ物にならない規模だ。すべてを知った猪村さんは何も言えずに押し黙っている。真剣な顔に口角だけ上げた田中さんは続ける。猪村課長、本郷さんに対して普通の人間では無理な条件を突きつけて首を迫ったと聞きました。あまりに身勝手で理不尽なその行動、役職を持った人間のやることではありませんよね。俺たちに理不尽な条件を突きつけていたことは人事の耳にすでに入っていた。どうやら猪村さんの嫌がらせに耐えきれなくなった社員がこっそりと猪村さんのパワハラの証拠集めをしていたらしい。田中さんの言葉に今まで騒ぎ立てていた気力が一切見えなくなる。それどころかだんだんと顔を青くしていくのがわかる。今回のことは次の人事異動において影響の出るものだと思ってください。にっこりと微笑む田中さんからはその笑顔の下の怒りがにじみ出している。がっくりと肩を落とす猪村さんを見て、俺と本郷さんは顔を見合わせて微笑み合った。3ヶ月後、田中さんの言った通り、あれからしばらくした後、いくつかの異動発表があった。もちろん猪村課長の名前もそこに上がっており、地方の庶務課に飛ばされてしまった。役職の席を下ろされ、営業でもなくなってしまった猪村さんは意気消沈。今までの度重なる後輩いびりや実質的な成績を全く上げられていなかったことで降格は決まっていたようだ。さらに本郷さんの件が引き金となり、猪村さんは遠い地方への異動命令になったらしい。異動した先では一から仕事を叩き込まれているものの、覚えが良くないと所長が愚痴をこぼしているそうだ。今回の件は多くの社員が噂をしていたこともあり、地方の社員たちにもそれは届いているだろう。居心地の悪い地方の部署で猪村さんが値を上げるのも時間の問題かもしれない。俺は相変わらずに係長として仕事に就いている。本郷さんはあれからも成績を伸ばし続けて、今では営業部で一番の業績を上げている。田中さんは過去に本郷さんと同じ職場で仕事をしていたこともあり、面接の時に即座に採用したようだ。本郷さんが心から俺に感謝を伝えてくれていた裏には、そんなことも含まれていたらしい。これからも俺は本郷さんの仕事ぶりを自分に活かせるように見習いながら、負けないように一生懸命仕事に向き合っていきたい。